ちゃんちは、東雲初里です。見てください。って言っても動画じゃわかりにくいと思うんですけども、卓上に置くタイプのスタンディングデスクが壊れてしまいました。モニターとか傾いちゃってますね。でっかい液晶を卓上スタンディングデスクにつけたのが良くなかったみたいです。スタンディングデスクに液晶アームをつけちゃうと、作業したい時に机からどけるのもめちゃくちゃ大変で、しかもモニターに物をぶつけたら簡単に壊れちゃいます。今回はこの作業机に電動レールをつけて、スタンディングデスクもできるし、作業中はモニターを上に避けておける電動昇降機能を作っていきたいと思います。見てください。中国の富裕テクノロジーコーポレーションから電動レールが届きました。ハリエクとか見てたらもっと安いやつもいっぱいあったんですけど、今回は電動レールを制御するのが初めてっていうのと、重いものを動かすレールなので大手っぽいやつを選びました。コカ・コーラとかソニーと取引があるらしいですよ。工場のラインとかに使われてるんでしょうね。まずは対戦して動かしてみましょう。マニュアルが英語もちょっと載ってるんですけど、ほぼ中国語で結構さっぱりしてるので理解するのに時間がかかりました。多分コントローラーの方はもっとしっかりしたオンラインマニュアルとかがあるのかな。基本的には 24V の電源と配線を買ってきて配線図通りに作れば OK です。分岐が多いので端子台があるとめちゃくちゃ便利でした。普通 24V のシステムではいかつい電源を使うんですけど、収録環境で使うものなのでファンレスの AC アダプタを選びました。これは端子台への変換アダプタとかもついてて素晴らしいですね。電源はコントローラーとモータードライバーと磁気近接センサー2つに使うので4分岐する必要があります。端子台を用意しといて正解でした。これ Amazon で買ったんですけど、ショートバーも最初からついていて便利です。電源ができたらコントローラーをつないでいきます。コントローラーはモータードライバーに命令を送ったり、タッチセンサーで操作をするためのコンピューターです。次はモータードライバーです。電動レールのアクチュエーターに使われているモーターはプラスとマイナスだけつないだら動くブラシモーターじゃなくて4つの端子で動かすステッピングモーターっていう種類のモーターです。この4つの端子に適切に信号を送る制御とか大電流をスイッチしてくれるのがこのモータードライバーになります。あんまり詳しくなかったんですけど TB6600 とか DM542 みたいなドライバーが定番で Amazon とかでも買うことができます。今回買った FLS40 ってドライバーは定番のやつの3倍ぐらいの値段がするんですけど、今回は失敗したくなかったので冬公式のこのドライバーを買いました。コントローラーとドライバーの配線が終わったらいよいよステッピングモーターをつないでいきます。ステッピングモーターには説明書がないんですけど、この4色は色ごとに役割がちゃんと決まっているみたいです。わからなくなったら色でググってみましょう。ステッピングモーターがつなげられたので動作テストをしてみましょう。わー、動きました。かっこいい。それにしても警戒音がすごいですね。工場の機械の制御モジュールなので動くときに警戒音が鳴る設定になってるみたいです。多分消せると思うんですけど、マニュアルがいまいち読み切れませんでした。電動レールが動いたので制御盤とレールを机に固定する万力を作っていきます。網を切ってこの板に制御モジュール一式を乗せることにしましょう。次はこのアングルを机に固定する万力を作っていきます。
視聴者の方が真似しやすいようになるべく溶接を使わないでおこうかなとも思ったんですけど、万力をちょん切ってくっつける方が簡単ですからね。力がかかるところなので、ワイヤーをこってりこってり持っていきます。なんとか日が沈むまでに終わりました。なんかおまけなのかよくわからないんですけど、磁気近接センサーがついてきたので取り付けていきます。ネジをつけてレールにねじつけると、中に磁石のスイッチが入ってて、スライダーが金属なので、このスイッチの横を通ると信号がコントローラーに行って動作がここで止まるようになります。さあ、磁気近接センサーはちゃんと動作するんでしょうか。おー、動きましたね。おー、逆も大丈夫そうです。次は制御モジュールたちを板にネジ止めします。ネジ止めできました。これで回路を壊さずに電動レールが動かせますね。アングルに万力と反対側の留め具をネジ止めしていきます。試行錯誤してるうちに完成しました。ちょっと不格好ですね。万力は無加工で使った方が良かったみたいです。溶接いらなかった説ありますね。試行錯誤してるうちに電動レールが組み付けられました。動作テストをしてみましょう。よし、いけそうですね。次はスライダーに液晶のマウンターを取り付けるためのマウンターを作っていきます。落ちていた鉄板に穴を開けていきます。鉄板に穴を開けるのは大変です。こういう時にボール板が欲しくなりますよね。物理はもうボール板を持っているべき工作レベルですね。余裕ができたら買おうと思います。金属はね、ちょいちょい切削油を入れていかないとね、ドリルの刃がすぐ使えなくなるんですよね。できたので、スライダーに取り付けていきます。次に液晶マウンターを取り付けます。やっと取り付けられました。液晶を乗せますか。よいしょ。乗せられました。レールを取り付けるところから腰が酷使されすぎてて、やっとなんとかできましたね。じゃあいよいよ動かします。ちゃんと持ち上がってる。やったー。大成功です。見てください。机が広々使えて、モニターの破壊に怯えることなく作業ができるようになりました。でも電源が喪失するとモニターが机に落ちちゃうんですよね。これも 3D プリンターで部品を作ってレールの可動幅を小さくして解決しました。パソコンの作業もこんな感じで机がめちゃくちゃ片付けやすくなりました。使いやすくなったし、すっきりして気持ちがいいですね。今回はスタンディングデスクが壊れたところから始まって、モニターを上にずらして作業がしやすくなるような電動昇降機能を作りました。面白かったよって方は高評価、チャンネル登録、Twitter でシェアしたり、コメントをしていただけると励みになります。次回は関東が電力危機になったりしたので、家庭用の
太陽光発電蓄電システムを作ろうかなって思ってます。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。